そこからですね、ラマルジャンとハーディのコンビになるんですよ。ラマルジャンがバーン定理発見して、ハーディがそれを一生懸命証明するっていう、とんでもないコンビプレイが発揮されるんですね。はい。それで、いやもうこんな膨大な定理、証明しきれないぞ、これ時間があっても。ね。こんな、これ全部君が考えたのか、これを全部俺が証明するのかって言ったらですね、それで全部じゃないですとか言ってですね、この一冊のノートが全部じゃないのか、あと2冊ありますって言ってくるんですね。3冊。これ何個 ?3500 個ぐらいあります。3500の定理。証明してみよう。言ってですね、すっごい証明するんですよ。そのために数学界が湧くんですね。なんだこら新定理量産工場なんですかこれラマルジャンがですね、その証明してる間もですね、ハーディ先生とか言ってくるんですね。そしてですね、また見つけちゃいましたとかですね、実はなんと毎朝6定理発見するっていうですね、とんでもないスピードでネタ作ってきちゃうんですね。先生とか言って、なんだとか言って。また定理発見しました。もういいよ、1日1個。いや、6つです。また6つか。1日6つ発見すんな、こんなに。とかですね。すごい数発見しちゃうんですね。で、その天才ぶりがですね、やっぱ異常だったということを示す一つのエピソードでですね、タクシー数っていうのがあるんですね。何タクシー数ってね。実はこのハロルド・ハーディがですね、タクシーに乗ってきたんですね。ブーンってね。で、ある日はですね、いや、今日のタクシーのね、ナンバープレートがね、面白い数字だったんだよ。数学的に面白い数字ってありますよね。例えばなんかね、素数でできてたんだよとかね。素数の中でも珍しい素数だったんだよとかって言って、そうですか。それは今日はいいことが起きそうですねとかってね。なんかその数学者のトークですよね。数学者あるあるトークでね。今日のナンバープレートは素数の中でも珍しい何々数だったから今日はラッキーかなとかって。それはラッキーですねとかっていうね、そういうなんかあるかもしれない。ところがですね、そのナンバーでですね、いや今日はつまんない数字だったよつってね、先生何ですかとかね、ラマヌジャン君さ、今日のナンバーはね1729だったよ、これは大した数字じゃないねって言ったらですね、ラマヌジャンがですね、いやそれは大した数字ですよとか言ってですね、なんでだとか言ってですね、それはですね、1729というのは1の3乗プラス12の3乗でありながら9の3乗プラス10の3乗でもあるんです。つまりですね、これは3乗した数の和、2つの3乗した数の和の2つ持つ組み合わせとしては最小の数ですっていうのを一瞬で言ってきたんですね。それで、こいつもうあれだな、本当にあれなんだなっつってね、もう天才すぎるんだなっつってね。君本当にいつもさ、なんでそんなにすぐバーンって降りてくるの？いつも降りてくるってなんで降りてくるの？なんで降りてくるって言われても、生切り女神のお告げなんですって言ってですね、もう最後まで謎に包まれてたんですね。だからインドの魔術師なんですよ。ラマヌジャン。なぜ解けたんだ？なぜ発見したんだ？でもね、数学者というのはどういう存在かっていうのを偉大な数学者たちが言うときにね、数学者たちは積み上げてこうだろうっていう予測をするんじゃないんですって。よくわからないときにきっとこうなるだろうっていうのが浮かんできて、それを証明しに行くのが数学者なんですって。だからなぜかはわからないけど、世界はこういう美しい数式で、世界はこういう美しい仕組みでできているという超常の力を持ちながら、それを頭脳で埋めていくという努力をできるという選ばれし者だけが歴史に名を残す数学者なのであるというふうに言われる中で言うと、まさにそういう人だったみたいですね。ただこのラマヌジャン悲しいのがですね、もうとにかくもうわけのわからないですね、天才すぎてですね、1日30時間労働した後に20時間ぶっ通しで寝るという謎のライフスタイルなんですね。どういうことというね、まだ仕事してたのかって、ちょっと夢中になってたんですとか言ってですね、一回寝たのかとか言って、いや寝てませんとか言ってですね、30時間ぶっ通しだぞ君寝なさいとか、はい寝ますとか言って、まだ寝てんのかって20時間寝るよってね、そんなですね、体力がボロボロになりながらですね、これ戦争がですね、またイギリスで起きてですね、食料がうまく供給されなくなってしまうらしいんですね。特に野菜が供給難になる。そのことによって、肉体疲労と栄養失調が重なる。なんでそんなに栄養失調になってしまったかというと、実はこのヒンドゥー教、敬虔なヒンドゥー教だったので、
の中でも菜食主義者だったんですね。菜食主義者なのでお肉とかそういうものを食べないと。ね。だからもう完全にそういう菜食だけ、ビーガンだったわけなんですけれども、そんななんか戦争でその野菜が取りづらくなってしまってですね、一気にこの体調不良がたたってですね、なんと32歳という若さで、この天才ラマヌジャン、天に召されるという、もう激動のですね、本当にもう天才中の天才ですよね。また女神様のお告げですとか言ってね。何個定理発見すんだ、お前何時間寝てんだ、何時間起きてんだ、野菜がないですって言って死んでいくというですね。もうこのラマヌジャン、すごい面白いですよね。魅力的な天才だなというふうに思いました。この世界三大数学者、アルキメデス、ニュートン、ガウスに匹敵する天才、ラマヌジャン。これ面白いなと思うので覚えておいてください。さらにもう一人紹介したのがこちら。ペレルマン。はい。こちらはですね、最近なんです。1966年。そう、なんと、今も存命の天才なんですね。ペレルマンって何がすごいの？これを説明するにはですね、皆さんに絶対知っておきたいワードがあるんですね。それが、ミレニアム検証問題というワードです。ミレニアム検証問題ってなんだっていうね。面白いですよ。フェルマーの最終定理ってね、300年間人間を苦しめたあの問題を誰か解いてくれっていう時にですね、そういう時懸賞金がかけられたりするんですよ。ね。そんな中ですね、ワイルズってのを解くわけですね。さあ、このミレニアム検証問題っていうのは2000年、ちょうど2000年、今から20年前ですね、アメリカのクレイ数学研究所という権威あるところがですね、7つの未解決問題を発表したんですね。それは、古より語り継がれているが、未だ解決を長らく見ていない。ね。何十年、100年単位で解決できてないという7つのですね、クエスチョン、7クエスチョンズを出すんですね。そして、それには懸賞金をかけてるんです。この7つの問題、もし1つでも解けたなら、ね。解けたものには、懸賞金がかけられてるんですね。いくらか。100万ドル差し上げよう。1億円です。来ました。問題を解いたら1億円。そういうミレニアム検証問題。全部解いたら7億円ですよ。ねえ。7つの7クエスチョンっていうのを出したんですね。さあ、それに挑んだ男がこのペレルマンなんですね。先に言っときます。7つの検証問題。20年前に出されて、解かれたのはたったの1問。残りの6問は未だに謎です。人類がもうこの数千年をかけて、紀元前から含めると数千年かけて、これは何なんだというのがわからないという問題が7つのうち6つ残っています。たった1つしかクリアできていません。そのたった1つをクリアした男がペレルマンです。さあ、このペレルマン、どういう人物なんでしょうか。ロシア生まれのユダヤ系移民。なんかすごそう。もう、すごそう。ロシア生まれのユダヤ系移民、ペレルマン。もうなんか天才そうですね。はい。天才なんです。このペレルマンはですね、もう10歳とかそこらでですね、数学的才能を見込まれて、数学クラブというところに入るんですね。その数学クラブというのは、国際数学オリンピックで多くの実績を出している、そういった名門数学クラブでした。そこに行った方がいいよなんて言って行くんですけれどもですね、そこで先生たちが驚愕するんですね。なんだ彼は。ペレルマン。彼は特別です。ね。他の天才たちももちろんですね、問題を解いていくんですよ。ところがですね、ペレルマンだけは特別だったんです。一つの超難問というのが現れたらですね、みんなブワーびっしり天才たちがそれを説明して書いていくんですね。こうしてこうしてこうであるから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 計算して1枚、2枚、3枚書いて答えはこれだどうですか素晴らしいわー言われてる中でですね、ペレルマンの回答用紙っていうのはいつも1枚なんです。なんと、あらゆる難問を3行だけ書いて提出してくるという天才が現れたんです。それがペレルマンだったんです。説明しない男、ペレルマンと言われてたんですね。もう頭の中で分かってるんだから、説明する必要がありますか？これがペレルマンのお話だったんです。解くことが大事なのであって、全部をびっしり書くのはなんでですか？別にいいでしょ？頭の中で全部できるんですからというですね、
こいつはずば抜けたやつが現れたって言ってですね、いうペレルマンが現れたんですね。このペレルマンもちろん大学に行きたかった。ロシアでね、最高の大学。ね、ロシアでも素晴らしい大学。レニングラード大学。ね。ところが、ユダヤ系の人たちというのは、世界中でいろいろ迫害を受けたり差別を受けてきたという歴史、世界史でもやらせていただきましたよね。非常に枠が狭いんですよ。ね。ユダヤ系の移民がロシアで大学入ろうと思ったら3つの方法しかないと言われてたんですね。その一つはごく少数ですが差別をしないという風土が徹底している大学を選ぶ。もしくはその大学で非常に狭いユダヤ人枠。往々にしてこれ2人か3人しかないそうです。ユダヤ人枠に入る。そしてもう一つが国際数学オリンピックで好成績を収めるというものだったんですね。さあ、数学クラブのペレルマンどうしたか。国際数学オリンピックにいよいよ出るんですね。するとですね、それまでもこの数学クラブはね、いい実績で金メダルを受賞する生徒たちはいたんですよ。ところがこのペレルマンね、全問正解で金メダルを取るというですね、もうミスターパーフェクトなんですよ。全く。彼に解けない問題はない。しかもですね、数学だけじゃないんです。実は物理もすごかったらしいんですね。他のジャンルもできるタイプだったんですよ。ペレルマン。他のジャンルもいける。だから彼がもし物理オリンピックにも出ていたら、そこでも全問正解で優勝していただろうと。その数学クラブの全員が言っているという。とんでもない超天才がですね、その実績をもとに大学に入りまして、そこから卒業してアメリカの研究所に入って研究するんですね。そこでもですね、もうさらっと実績ですので、出すんですね。ソウル予想というですね、これもですね、なんと30年間解かれてなかった問題。この予想っていうね、言葉、数学界の用語なんですね。まだ完全なる証明がされていないが、おそらく真実だろうと言われている、そういう法則ですね。それをですね、誰か証明してくれという30年間証明されなかったソウル予想というのをさらっと予想しちゃうんですね。さらっと証明しちゃうんですね。パーン！もうだからすごいですよ。もう負け知らず。ね。で、解決しちゃう。で、またロシアの研究所に戻るんですね。そして、いよいよ挑み始めたのが、7つの問題の一つ、ポアンカレ予想というやつだったんですね。これはもう、問題をね、ぜひね、皆さんググって見ていただきたいんですけども、問題自体が何を言っているのかわかりません。これをここで私が一生懸命説明したら動画がもうここで多分止められます。それぐらい複雑です。イメージだけ伝えます。めちゃめちゃ不正確ですが、イメージだけ伝えますとですね、もののですね、形に関するお話なんですね。はい。ものの形っていろんな形があるけれども、ね。ありのままを言うぜ。ここの出発点から、ぐーっと、例えば地球ね、ぐるーって一周して、紐を持って一周したとするよ。紐を持って一周したときに、この東京から出発して一周して東京に戻ってきた。その時に紐をですね、手繰り寄せて、一本の紐を手繰り寄せた時にぐるっと回ってたら、その形って丸いよねって話。意味わかんないでしょ。意味わかん、ざっくり言いすぎると、マジで意味わかんなくなるんですよ。はい。じゃあ、そうじゃない形って何すかって言ったら、例えばドーナツみたいな形ね。ドーナツの形の輪っかのこの端っこをぐるって回っても、手繰り寄せても全体いってないじゃないですか。だから丸くないみたいな。なんかそういう感じ。これ何したいかっていうと、これね、宇宙の大きさを予想するっていう話だったんですよ。これ宇宙がどんな形してるっていう時に役立つんですって。もうだからね、考えてる規模が違います。ポアンカレさんもこれもう天才数学者の名前なんですけど、この辺りにいた。はい。もう天才すぎてですね、最後宇宙の形をですね、分類する数学を考えてですね、これはこうなんじゃないって言ってですね、予想して終わって死んでいくんですね。で、それどうすんねんって言って、考えたんですけども、誰しもがですね、いや、これ難しいですね、と。いや、もうこれ無理って言ってたんですね。ところが、それを解決する天才が現れた。普通ね、こういったもの、もう超難題を解決するときっていうのは、そう、
アンドリュー・ワイルズもそうですけど、自分で研究をした後にですね、それを正式にですね、専門の科学誌に発表するんですね。で、発表してから、そこがですね、専門家たちが何年間か査読、操作の差にですね、読むと書いてですね、査読というのをして、専門家たちが OK ってチェック出して、それで、雑誌に正式に載ってっていう、そういうやり方があるんですよ。だからまあなんでしょうね。その文学界っていうところに小説を載せて、それでそこからなんか芥川賞みたいな、なんかそういう、まあなんかルートがあるんですよ。科学で言うと。ところがこのね、セブンクエスチョンの一つ、ポアンカレ予想、どうやって解決されたかというと、ある日、ネットにシンプルな論文が上がったんですよ。アーカイブというですね、科学系の論文を、自由にアップロードしていいよというね、そういうサイトがあるらしいんですね。そこにポンとですね、論文が3つに分けられて、すごいシンプルな論文が上がったんですって。なんだってみんなが言うわけですね。これまあ、大学が運営してるサイトなんですけど、そこにですね、ポアンカレ予想についての論文っぽいですね。あまりにも短かったんですよ。そう。説明をしない男なんです。分かってるからこうだろうって言ってですね、シンプルなものがポンポンポンとネットに上がるんですね。で、それをですね、嘘だろポアンカレ予想が分かったって嘘だろそれをですね、専門家たちがですね、ネットですよね。なんでネットに上げんのこいつと言いながらですね、うわーってですね、こう、その間を埋めていくんですよ。こうであったらこう。こうだったらこうっていうのがですね、もう飛び飛びに書いてあるんですね。その間を分かりますよねって感じしてるんですよ。頭いいやつなら分かりますよねって言って、だいぶ省いてるんですね。で、それをですね、各ジャンルの専門家がですね、うわーやってですね、繋がったこことここ繋がりましたとか言るんですよ。繋がりました繋がりました確かにこうなったらこうです分かるよねのところがこうでしたつってやるんですね。そこしかも斬新だったのが、それまでのこのポアンカレ予想が、この数学のジャンルだろうと言われていたところと全く別の幾何学の方のジャンルから、それを幾何学とか物理のジャンルから持ってきたんですね。そうなんです。これがなんで解けたかというと、ペレルマンがですね、一個の数学のジャンルのプロだけではなくて、他のジャンルでもチャンピオンになるだろうって言われるぐらい、ジャンルをまたいでたからできたんですね。だから専門家たちが各ジャンルが、チェックしないと、成り立たなかったんですよ。ね。で、分かんなかったですよ。どうなってるのここは全然違うジャンルから来てるっていうのを全ジャンルの奴らがですね、途中を埋めていくんですね。そしてですね、分かったんです。これ正しいできてるってなってですね、セブンクエスチョンいけたぞうわー7つのミレニアム検証問題が解かれましたこの発見はもちろんフィールズ証問ですよ4年に一度のアルキメデスのメダルを手に入れるのはペレルマンだネットの書き込み。ネットにポンと開けた PDF ファイルで、全員があとはわかるよねって言ってですね、全員がうわーなってですね、正しいですって言ってですね、メダルを受賞させまーすってなったんです。ところがここからがペレルマンなんですよ。辞退したんです。なんと、フィールズ賞を辞退したのは史上初なんですよ。史上初めて、証明が正しければ、賞は必要ないって言ってですね、会場にも来ず、賞も受け取らなかったんですね。ペレルマンが。なんというやつだと。未解決問題7つの難問のうちの1つをたった一人で解いておきながら、しかもフィールズ賞を人類で初めて辞退した。なんというやつだと。しかし、これはミレニアム憲章もあるんですよね。金だけは受け取ってくれっつってですね、1億円ですよ。100万ドルですから。1億円あげるからって言ったらですね、いや、もちろんいらないですって言って、そこから消息不明になるんですね。すごいんですよ。おい、ペレルマンおいいや、いらない。なんでなんでいうわけですね。その時にですね、意味深なことを言ってですね、去っていくんですね。有名じゃなければ、数学界の汚れた部分を黙って受け入れ、ペットのように扱われることも我慢することができるだろう。
だが、有名になってしまえば、何かを言わなければいけなくなる。含みがありますね。何かこう批判めいたことを言ってですね、去っていくんですね。何かがあったんでしょうね。すごく。自分がこう、証明の過程でですね、この数学界の中で、賞とかお金とか、いろんなものを見ちゃったんだと思うんですよ。みんながフィールズ賞が欲しいって言って研究してるやつとか、ミレニアムの金が欲しいって言って研究してるやつとか、そこに渦巻く利権とか、そんなものが嫌になったというメッセージを残してですね、俺はフィールズ賞もいらなけりゃ、1億円もいらない。俺は無名のままでいるって言って、有名人になんてなりたくねえからなって言って去るんです。その人は今生きてます。50代です。どこにいるのか。親戚のいるスウェーデンで暮らしている。キノコ狩りをしているそうです。全くわかりません。何をしているのか。もしかしたら不意に10年後ぐらいに現れて、残り6つももちろんできてるぜ、なんて言って、あっと驚かせるかもしれない。なんでわかったんだ、みんなが言う。しかし、そんなのわかるよ。説明をしない。そんな伝説を残すかもしれない。面白いですね。天才たちってのはみんな、わけがわからない。でも魅力的。ね。そんな人たちが夢中になっちゃうのが数学というジャンルなんです。さあ皆さん、数学というのは計算させられるめんどくさいやつだなとか、ね。そういうことじゃないんだというね。異常な天才が純粋に楽しむためのゲーム。神様がくれた最後にして最高の学問。ノーベル賞？それは毎年あげてあげればいいじゃないですか。フィールズ賞は4年に1度です。でも、証明が正しければ私はいらない。キノコを取りたい。そういうお話でございました。数学を作った天才たちはまだまだこれからも現れるでしょう。もしかしたらコロナのこの状況で家にこもって時間ができて逆にありがたいと言っているどこかの誰かかもしれません。ではまた。